去年の11月のことです。横浜みなとみらいホール。会場ではモスクワの有名なオーケストラが最終リハーサルに入っていました。あと1時間半でコンサートが始まります。しかしこの日の主人公はまだ姿を現していません。スタッフの顔色が変わり始めました。10分後に作って。あと10分後。しかし30分経っても現れません。この日のコンサートのチケットは6ヶ月前の発売と同時に完売していました。2時開演の予定です。すでに客席は満員。その頃やっと主人公が、ピアニスト藤子ヘミング。すでに清掃しているオーケストラに迎え入れられて楽屋に向かいます。第一バイオリニストとがっちり握手。最後の曲、リストのラ・カンパネラを弾き終えた時、彼女は喝采の嵐の中にいました。強いタッチがもうね、心に響いてきて、もうとっても楽しかったです。その音がね、本当にね、宝石みたいなの。同じカンパネラでも彼女のカンパネラに勝るものはもうないと思います。もうすごかった、本当。カンパネラね、もう良かったですよ。表現できないんだけどね、なんとも言えない。聞いててなんか涙出てきちゃうんですね。やっぱなんか聞いてるだけですごい感動しちゃうところがすごい好きです。観衆が感動の余韻に浸っている頃、当の本人はため息を漏らし、大好きなタバコを。今日どうでした？演奏は最高です。最高でした。今日リハーサルされなかったじゃないですか。もうしなかったからよかった。藤子ヘミング。日本はもとより世界各国で高い評価を得ている魂のピアニスト。60歳を過ぎてから突如脚光を浴びた彼女。聴く人の心を強く揺さぶる音色に魅了されるファンは多いのです。ヨーロッパの拠点にしているパリ。その自宅に初めてテレビカメラが入りました。これは私が子供の時に遊んでたスウェーデンのお人形。泥棒入ったってこんなのは誰も持ってかないけど、私にとってはこういうのが宝なんですね。
波乱の人生。チャンスを目前に彼女を襲った悲劇、そして恋。私が彼を好きだったってことは彼は全然知らないですよ、全然ラブレター書こうかな今日一度でもいいから帰って死にたいと思ってたら彼死んじゃったからね、20年の秘めたる思い、熱いメッセージ。永遠の命っていうのはすごいことだと思いますよね。数奇な運命。彼女の私生活、日頃思っていること。タバコのシガラを床に落とすようなとこは好き。そして友人もやってきました。必ず間違えちゃうんですよ。そうなるはずなのにバチャンなんて神様バチャンだったなと。ピアニスト藤子ヘミング。今一番やってみたいこととか、こうしたいな、こういう時間が欲しいなっていうことあります？音楽の他に何でもいいです。いっぱいあります。私は欲張りだからいっぱい。何でしょう。いや何でもいいって、それは一番気持ちがいいのはどうかな。木がいっぱい、窓から木がもうこんもり見えて、鳥がいっぱいこうさえずっているようなところでじっと座って、こう下に猫がいっぱいいて、そこで物を考えたり本を読んだりしたり。こんにちは。あの人がやってきました。お邪魔いたします。私もちょっとね、今日素敵、あの時代のあの雰囲気の服装でぴったりしてるんじゃないかなと思って伺った。東京下北沢にある藤子ヘミングさんの自宅に仲のいい知り合いが訪ねてきました。でもこの家に遊びに来るのは三輪さん初めてなんだそうです。こんにちは。お邪魔いたします。しばらくです。まあ、なんて素敵なの、今日の服装。この家には藤子さんのお母さんが50年暮らしていました。今は藤子さんとおよそ20匹の猫、そして1頭の老いた犬がいます。私初めてこのお宅にね伺うんですけど、写真が飾ってあるのがね、みんななんか本当に昔の写真でね、そして壁紙の色がね、ちょっとこの私の弟が全然お金がない時に自分で塗ったんですよね。でその当時のまま1960年代から一度も塗ってない、その辺。だからなんかね手作りの味がしてね、このファニチャーがね、これも全部アールデコでしょ。アールデコの時代お似合いなのね。素敵。これは本当にで私もちょっとね今日あの時代の雰囲気の服装でぴったりしてるんじゃないかなと思って伺ったんです。今日またあれねその指輪とそのネックレスとこれドイツの典型的国民服だからね、狩人の洋服かな。こういうとこみんなほら骨で、これまさか本当の骨じゃないだろうけどすごい一番高い店で買ったからすごい大切にもう5年ぐらい着てるお似合いヘアスタイルとかね。でパリにずっともうお住まいになって何年になります？でもそんなにベルリンにもうちアパートあるからね、時々しか行かないけどパリは。今度遊びにいらしてありがとうございます。すごい面白いですよ。だからどうしてもやっぱり広々とどこでも歩いて行けますよ。私なんてもうどこも歩いて
お歩きになるの？ああ、行った。知ったら若い男が2人ぐらい追っかけてきて、私はもう年取ったら私がいくつだと思ってか知ってるかとかなんとか言ってもとうとううちまでつけてきたからね、もんで「はいさよなら」ってバシャってやって頭でもおかしいのかなと思っちゃった。いやいや、映画行こうって言うんだよね。ラテン系っていうのはそうじゃありません？死ねやべっこまーなんて。本当に？嬉しくなっちゃう。いやだからまんざら捨てたもんでもないなんて思っちゃって息が出るけどね。パリ。藤子さんが1年のうちおよそ3分の1を過ごす街です。シャンゼリゼ通りに近い名門のホールサルガボー。この日は藤子さんのコンサートが開かれます。世界の一流の演奏者から高い評価を受けている会場です。開演4時間前に藤子さんはやってきました。彼女の名誉のために言っておきますが、いつもギリギリに会場入りするわけではありません。ほとんどの場合、誰よりも早く来てみっちりリハーサルをした後、コンサートが開かれる会場の周りを散歩して回るのが習慣です。時には気に入った店に入ってショッピングも。この日の開演は夜の8時半から。藤子ヘミングの人気はヨーロッパでも高いのです。チケットは7600円。客席はほぼ満員です。芸術にはうるさいパリの人たち。J'ai entendu parler en CD, mais jamais en vrai. D'accord, ok. Merci beaucoup. Première, idem, beaucoup aimé. Elle est généreuse, elle n'a pas hésité à faire plaisir aux auditeurs. En fait, très généreuse dans son jeu. Oui, très simple. C'est d'une grande humanité. およそ2時間に及ぶコンサートを終えた藤子さん。楽屋に訪ねてきた人がいました。いつも世話になっている整体師の先生です。腰を心配していました。ちょうど1年前。どうなさったんですか？ひっくり返った転んだんですよ。氷で滑ってね。ワンちゃんが引っ張ったね。だけどところがワンちゃんが悪いやつだと思ってたら、それは天の使いで神様がわざとひっくり返してくれたらしいの。それでコルセットをはめなさいって今の人が言ったのよ。それをしてうまく弾けるようになった。すごいですよ、コルセットっていうのは。そうですか。だから日本でも丹田に力を入れろって言うけど、これ力を入れなくてもギュッと締めてると、私誰にでもおすすめしますね。もう大丈夫なんですか？でも体自体は。体いや大丈夫じゃないですよ。まだすごく痛いけれど、だんだん治ってきてますね。そうですか。ただ治っても私はこのコルセットは絶対にもう離すまいと思って誰にでもおすすめします。ワンちゃんのおかげですね。本当。左で左なんです。
藤子さんはコンサート前には一切食事をとりません。お腹がいっぱいだといい演奏ができないと言います。ですから終わるとお腹がペコペコ。いくら好きでもタバコでは満腹にはなりません。この日はお気に入りの中華料理の店を予約していました。藤子さんはベジタリアン。いつも行く店ならメニューは任せられます。ここでもまずは一服。いつもコンサート終わった後に楽屋でめちゃくちゃ吸うんですよ。いや、なんか何本か吸いますね。嬉しいにつけ悲しいにつけ吸っちゃうんですよね。私のこの大根指でみっともないと思うけどやめられないですよ。なんか嫌い、あんまりお好きじゃないことがあるらしいじゃないですか。あんまり物を残したりするのはお嫌いですか？じゃあご飯粒一つも嫌だ。それはなぜですか？そういうふうに育ってきてお百姓さんが汗水を垂らしたからあなたは一粒のお米も残しちゃいけないって母にいつも言われて、おばあさんにも言われて、私こぼしたって言ってね納屋に入れられちゃったんですよね、おばあさんに。でもあれだけはすごいいい教育されたと思ってね、本当に。だから日本ではいっぱいレストランが物を捨ててるでしょ。それでどれだけの飢えてる人を助けられるかわかんないのにどうなっちゃってんだろうと私は思いますね。藤子ヘミングさんはベルリンで生まれました。お父さんはロシア系スウェーデン人、建築家で画家のジョスタ・ジョルジ・ヘミングさん。お母さんはピアニストの大月十和子さんです。一家は藤子さんが3歳の時日本へ帰ってきました。しかし当時は開戦に向かって突き進んでいた時代。お父さんはそんな日本から一人ヨーロッパへと戻っていきました。バラバラになった家族。お母さんの十和子さんは近所の子供たちにピアノを教えることで家計を支えました。そして藤子さんが5歳の時から我が子へもピアノを教え始めます。それは他の人とは比較にならない厳しい練習でした。幼い頃から藤子さんは天才ピアニストとして脚光を浴びます。藤子さんのピアニストとしての基礎は母親の十和子さんから叩き込まれたものなのです。ところが16歳の時、中耳炎の後遺症で右耳の聴力を失いました。それでも彼女は国内のコンクールで立て続けに入賞を果たします。夢はヨーロッパへ留学すること。しかしその前に立ちはだかったのは国籍の問題でした。お父さんが帰国したこともあって無国籍になっていた彼女。留学を果たせたのは28歳の時でした。そして極貧生活の果てにやっと大きなチャンスが巡り来た時、またも悲劇が。それはピアニストにとって致命的なことでした。見ますけどね。で藤子さんのね、その音を聞いた時にね、で大物の演奏会を聞いたんじゃなくて、初めテレビでね、演奏してらっしゃるのでびっくり仰天しちゃって、でそしてあと CD 買って、その音がね、もういつも言うんですけど現代の音じゃないっていうので私はものすごく感動しちゃって、ミシャ・マイスキー知ってる？ミシャ・マイスキー世界一のチェリスト、彼が別世界だって言ったって、この世のものじゃないっていうようなこと言ったのよ。私のピアノを聴いてね。やはりね不思議なものでね、
時代とかその人間性とかね、その美意識だと思う、美しいものに対する感度、その感度が、これはねどうしたらいいのかしらって私ね一生懸命。いやだから私はもうみんな自動車に夢中になってるでしょ。特に日本人は知らないけどドイツ人なんてもう自動車ですごいじゃない。もうお金全財産を自動車には捧げるぐらい。だからそういうもんとかこういうインターネットとかああいう馬鹿げたものばっかりにやったら、本当の真の芸術なんてのには触れることないんでしょきっと。遠ざかってますよ確かに絶対。だからそういうところがね、メカニックでね、つまり機械だとか精密機械だとか、それを芸術の方のね、音楽とか芸術っていうのはそういうのと全く対極のところにあるんじゃありませんか。だからそういうもので慣れてて、それが音楽がと生まれた時から思い込んでる若い人たちが増えてるから、それが精神的におかしくなって、神経的にもおかしくなって、そして潤いとか、優しさとか情緒とかロマンとか美意識がなくなってて、機械的になってしまってるから平気で人も殺すし、そしてどんどん悪いこともしても人の痛みは分からん。どうしてそれが痛いの、どうして悲しいの、というふうに分からないロボットみたいな人間がどんどん出てきてるわけ。だからそれがいい部分も悪い部分も両方ありますよね。で今いろんなところに、ニューヨークの方はニューヨークにはない。あそこ私はアメリカは嫌ですよ。飛行機じゃないといけないじゃない、私飛行機全然ダメなんですよ。ヨーロッパとね、日本も結構飛行機時間長いじゃありませんか。長いですよ。だけどいろんな事故が起きてるのを見ると、私は本当になんとかしてヨーロッパから日本まで汽車かなんかに行く方法ないかなと思って考えてありますよってみんな言うからね、ネパールの方からなんか通って大変ですよ。大変なことは分かってるけどね、一月ぐらいかかるかな。かかるんじゃありません。でもその本がお好き？だって耳がもう必ず失敗してるんですよ。飛行機から降りて1週間の間でした演奏会みんな失敗してる。この間はもういつも同じ気圧で、耳が痛いかこう聞こえないか耳鳴りがして頭もおかしくなってるからね、で記者だったら疲れるだけで絶対そういうことは起きないから。あれが嫌ですもんね。気圧が溜まったように耳がボーッとして聞こえなくなるっていうのはね。それが終わりだからね。わかりました。それと怖い飛行機で死にたくない念願かなって28歳でベルリンに留学した藤子さん。母親の仕送りと奨学金が頼りの貧しい生活でした。でもピアニストへの夢が胸いっぱいにあふれていた時代です。1969年のこと。コネもお金も支援者もいない彼女は自らの手でチャンスをつかもうと憧れの音楽家に手紙をしたためました。自分のピアノをぜひ聴いてほしいと訴えたのです。その人は世界的な指揮者レナード・バーンスタイン。全く面識のない巨匠に藤子さんは一方的に手紙を書いたのです。当時藤子さんの住んでいたオーストリアのウィーンでバーンスタインの演奏会が開かれる数日前のことでした。その演奏会に駆けつけた藤子さん。お金がなかったため3時間に及ぶ演奏の間立ち見席で聴いていました。そして演奏が終わるとバーンスタインの楽屋へと向かったのです。運よく会えました。手紙を読んでいただけましたか？ドキドキしながら聞くと読んだと言ってくれました。そこで私のピアノをぜひ聴いていただきたいと言うと意外な返事が返ってきたのです。今すぐに弾けるかね。3時間も立ちっぱなしで足が棒のようになっていた藤子さん。それでも楽屋の隅にあったピアノに向かいました。
これが最初で最後のチャンスだと思ったからです。藤子さんはこの時いろんな曲を細切れに弾きました。その中にはバーンスタインが作曲したウエストサイドストーリーも含まれていました。無我夢中でした。弾き終えた後も座ったまま動けないほどに。するとバーンスタインは藤子さんに近づいてきて抱きしめ、こう言ったのです。安心して私にすべて任せなさい。言葉に嘘はありませんでした。彼の推薦でリサイタルが決まったのは半年後のことだったのです。ところがその大事なチャンスを前に藤子さんは風邪をこじらせてしまいました。医者にかかるお金もなく、その場しのぎで飲んだ薬が彼女を絶望の淵に追いやります。いつも枕元に置いていた鈴、その鈴が落ちた時、音がしないことに気づいたのです。もともと右耳は聞こえません。しかしこの時左耳まで完全に聞こえなくなっていたのです。当然リサイタルは散々なものでした。藤子さんは最大のチャンスを最悪の結果にしてしまったのです。その後左耳は 40% まで聴力を回復しました。藤子さんはピアノの家庭教師をしながらひっそりと暮らしていたのです。1993年、お母さんの十和子さんが亡くなりました。その死をきっかけに30年間のヨーロッパの生活に終止符を打ち、日本に帰ってきた藤子さん。母校の芸大などで小さなコンサート活動を開始します。その評判が口コミで広がり始めました。徐々に聴衆が増え、コンサートの依頼が増えていきました。そして彼女のドキュメンタリー番組がテレビで放送されると、その人気に火がついたのです。60歳を過ぎての脚光、藤子ヘミングは低迷を続けるクラシック界の救世主となったのです。CD の売り上げは100万枚を突破。いくつもの賞に輝きました。そして藤子ヘミングの名は日本から世界へと轟いていったのです。パリ、シャンゼリゼ。世界に名を知られるようになった藤子さん。いろいろな人たちとの付き合いも増えました。この日はサルガボーのオーナーに昼食会に招かれたのです。パリ社交界に常連の奥様たちも一緒。今日の主賓は藤子さんです。指が聞こえないのでなかなかフランス語が覚えられないですって。Elle a un petit problème de donc elle essaie d'apprendre le français, mais ça n'arrive pas facilement. Oui, c'est pas facile quand il faut. Plaisir. Non, comme ça. 奥様方、芸術論に花が咲き始めてしまいました。Oui. De toute façon, l'architecture et la musique ne sont pas. Oui, oui, quand on va là-bas. Oui, mais quand on. Laissez-moi qui. Non, non, c'est moi qui Parce que dans les églises basques, il y a justement des urnes vides dans les murs pour que la résonance ait lieu. 一人、蚊帳の外の藤子さん。Regarde, oui, mais tu peux admirer une architecture de n'importe quelle. 頃合いを見て話の輪を抜けピアノを弾き始めました。
のピアノを黙って聴いてくれるのかと思いきや、しかしいつの間にかそのおしゃべりはピタリと止んでいました。またも大きなため息。その黄昏が好きなんですよ、私ね。で10月の黄昏私一番好きなんだけど、それはねもう不思議なことに日本でもそうだしヨーロッパでも同じ夕日が落ちるんだよね。こう部屋の中に照らす黄色い光がすごい好き。ああいうところにじっと座ってると本当夢みたい。その日の夜も藤子さんは食事に誘われました。出かけて行ったホテルで待っていたのは男性2人。ニースフィルの首席指揮者と今パリで人気のバイオリニストです。Hello, bravo for yesterday. Bravo, yeah, it was a very long concert. Very long concert. 藤子さんの演奏に感動し、ぜひ会いたいと言ってきた2人。同じ音楽家同士、話も弾みます。実は待ち合わせたホテル、かつて藤子さんが出した CD「トロイメライ」のジャケットにもなっていた思い出の場所でもありました。藤子さんのお気に入りのホテルでもあります。ここでそういえば一つだけすごい印象が残ったのは、すっごい大きな犬を2匹連れた人があそこでチェックインしてたから、いいなと思って。こういうとこみんな犬連れて泊まれるんですよね、こんな素晴らしいホテルでも。で
一番よく弾けた時っていうのはね、何にも考えない時じゃありません？ずっと誰かが手を取って一緒に弾いてくれてるみたいにね。何が原因でこういうふうに間違うのか、何が原因で今日はこんなに完璧だったのか、私分かんないですよ最近。俺は上手だろうまいだろうさあ聞かせてやろうとかね、上手でしょ見せてやろうとかね、いや私もそういうで馬鹿げた気分になることは、今ここ聞かせとけだお前ら聞かせてやるなんてやってると必ず間違えちゃうんですよ。そうなるはずなのにバチャンなんて神様バチャンだったなと思ってだからもう謙遜にやることですよね。やっぱ謙虚っていうのは一番粋ですよね。すぐ神様ピシャリってやるんですよ、どこにいるんだろうと思っちゃう。パリ・モンマルトル、藤子さんの自宅にテレビカメラが初めて入ります。パリでの私生活。パリ・モンマルトル。藤子ヘミングさんが長年暮らしている町です。散歩は日課。健康管理も兼ねて日によっては1時間以上歩きます。急に足が止まりました。こういうところによく猫いらないかとかね、いなくなった猫も探したり。袋に入っているのは鳩の餌。散歩しながら撒いて回ります。そして藤子さんはヨーロッパで過ごした長い間、パンを買うお金にも困るような生活でした。その時のことを今も忘れてはいません。パリ4年住んでみてどうですか、藤子さん。ただこういうアーキテクトが私はすごい綺麗だから好き。絵みたい。藤子さん自身はなんかそういう何かいろんなものを例えば手に入れたなっていう感覚はあるんですか？ありますね。認められないで終わっちゃう人もいっぱいいますからね。私ももうダメだと思ってたのが急に一夜で変更したから、それはもう神様がみんな私をそのプログラムを作っておいてくれたんだと思いますよ。その周りの人に愛を与えなさいっていうの、それをやってれば神が助けてくれますよ。だから私はそれをやってたからきっと神様が助けてくれたんだと思う。じゃあモーツァルトだってお金がもう最後はなくて、どっか料理人にしてくれってどっか行ったら断られて、それでそこの料理人の主人に頭をなんかで殴られたとかっていう逸話も残ってるけど、私は死なない。モーツァルトはそれで死んじゃったけど、私は死なないでここまで生きてきて、今やっと花が咲いたんだけどね。藤子さんはずっとモンマルトル界隈に住んでいます。この自宅アパートメントはつい最近引っ越してきたばかり。その部屋へ招かれました。猫をお出迎え。パリでも5匹の猫を飼っています。猫が爪を研ぐため家はあちこちボロボロです。大事にお腹空いたかね。これうちの父が描いた漫画です。寝室にはお父さんのイラストが飾られていました。ほら、ビューティフルジャパンって書いて、
富士山やなんか書いてあるけど実際は電信柱だらけだっていう。これ藤子さんのお父さん？私の父が朝日イブニングニュースっていう新聞に1週間に一遍か毎日か知らないけど出してた。日本にはわずか1年しかいなかったお父さん。働き口もなくこうしたイラストを描いて生活していたのです。どんな感じのお父さんだったんですか？知らない、私覚えてないですよ全然。いろんな人に聞くとすごい痩せた男だったからね。5歳の時に別れたお父さん。でも忘れ去ったわけではありません。うちの母は全然絵描けなかった。花一個も描けなかった。だから例えばこれうちの母は作ったけどね、こういうのみんなこういうとこからこう見て写生してそこから撮ってますね。これいつも藤子さんされてるじゃないですか。これお母様が作られたやつですか？作ったからいつもしてるんですよ。これ以上他に欲しくないからこれでいい。お父さんと離れていた分、お母さんとの関係は濃密でした。部屋の片隅に不思議なものがありました。これ何ですか？お人形。これも私の子供の時にうちの母がクリスマスのプレゼントにいっぱいこうセットになってね、机とかベッドとかあったんですよ。それを大事にしてます。これは私が子供の時に遊んでたスウェーデンのお人形。子供の時って何歳ぐらいの時ですか？いや小学校入る前ぐらいね。小学校入った頃かな。なんか気に入ったんですか？やっぱりその子供の時の夢みたいなのさ、これがすごい好きだったからね。だから死ぬ時これをおかんに入れてもらおうかななんて思っちゃったりしますね時々。だから泥棒入ったってこんなのは誰も持ってかないけど、私にとってはこういうのが宝なんですね。これが私の宝、こんなくだらないもの。飾り棚いっぱいに並べられた藤子さんの思い出の品。お父さんには大人になって一度だけ会いに行きました。その時お父さんには別の家族がいたのです。お母さんはいつも厳しい人でした。ピアノのレッスンの時は叱られてばかり。褒められた記憶はありません。でもヨーロッパでの留学中、お母さんは仕送りを続けてくれました。藤子さんを支え続けてくれたのです。やっぱり花を見てもね、美しいと思わなかったりね、で花がそこに置いてあるっていうことさえ気が付かない人もいるじゃありませんか。だからその音楽を聴いても何にも音楽が鳴ってることさえ気が付かない、耳に入らない人っていうのはところがうるさいって言ってね、隣で CD が大きすぎから止めろなんてよく言うじゃない。うちは私のいとこでも官銀の総裁まで行った人だけどね、もうすごいですよ。お金数えるのすごいうまかったけど、ピアノもすごいうまかったけど、もう芸術なんて最後はもう金の感情の方が大切だっつって、芸術だっつってこう下に軽蔑したような、下に見てるもうこれの方が大切だっていうようなね。その人ご親戚で悪いけれど、いとこでもう死んじゃったけど、バカですねその方ね。バカですよ、大バカも。だって死んじゃったんでしょ。死んだ。で死んでそのお金が何になるんです？あの世持っていけないんですよ。持っていけない。それあの世のも信じてないですよ彼は。
お金見てると。今頃あの世でね、しまったと思ってますよ。そうよ。だから私は入ってくるお金はみんな天国に貯金してるんですよ。神様がちゃんと帳簿つけてくれて、どんどん人間にも出すけど、私は正直に言うと猫や犬のがよっぽど気が合うんですよね。何でもいいからとにかく助けないと神様に怒られちゃうから。命があるもんね。でそうするとね、そうやって世界中から称賛されるようなご褒美が来るんですよ。まあそれは私は称賛されるために人間に尽くしてれば勲章ももらえるし文化勲章ももらえるけど、私の場合犬猫の方が多いからね。そんなのはだから勲章なんていらないですよ。これだけもう皆さんに褒めてもらえばそれだけでも大きな勲章をもらってるのと同じだから、特に宮さんみたいな方に褒められて。いえ、とんでもございません。今年2月、藤子さんはニューヨークにいました。2001年の6月以来、2度目のカーネギーホールでの公演のためです。音楽の殿堂、伝説のホールでの公演も大成功を収めたのです。この日、藤子さんが出かけたのはジャズバー。ぶらりと立ち寄ったその店では、知る人ぞ知る人気のトリオがスイングしていました。ニューヨークで一仕事を終えた藤子さん、プライベートな時間を楽しんでいます。演奏を終えたミュージシャンが藤子さんを見つけて挨拶に来ました。When I was young, I played every night also in the restaurant. Playing jazz? In American soldier, family came. Playing standards. So, good music. Yeah, standards, songs, American songs. Nice. Many American people came because of me. Nice. Well, next time I want to go to the concert. Yeah. Well, thanks for coming. We appreciate it. I'm very, very lucky. I have no time. When I was younger, I hear any jazz music, but not now. Nice. See you soon. Time for more music. 藤子さんっていろんなドイツ人はこうだとかパリはこうだとかニューヨークはいろんなところ知ってるじゃないですか。であえて聞きますけど、どこが一番お好きですか？そう、ラテン民族ですね、やっぱり。私が好かれてるか好かれてないかは知らないけれど、わかんないけど、イタリアかフランスかラテンが好き。なんでですか？なんでかってね、やっぱりタバコの吸い殻を床に落とすようなとこは好き。寛大じゃないですか、そういうのって。で、人間の中で一番最高の気質っていうのは寛大さですよ。人を許す気持ちがね。だから人が汚らしいことやってるなと思ったって構わないよね。I don't care っていうのはさ、一人もこの世の中に同じ人間なんていないのに、他の人を受け入れるべきなんだよ、人間はね。そうすれば戦争も起こんないんだけど、受け入れないから自分と同じじゃなくちゃ気に食わないからさ、自分とちょっと違ってるとみんな文句言ったり引っ張られたりして、それがもう間違いですよ。ニューヨークの夜、藤子さんの言葉はいつにも増して辛辣でした。評論家に対してはどうお思いになります？評論家？そう。バカですよ。あれは実際舞台で何もできないから評論家になったんだけどね。ある時だってその演奏会はキャンセルになってなかったのに批評が次の日出てたっていうぐらい
金をさえもらえば何でもいいから書いちゃえっていうのね。そうだね、それ本当の話ですよ。幻の音楽会どうやって聞いたんでしょうね。がある時私のショパンもね、全くもうなんでこの音は4分音符なのになぜ彼女はね3倍の長さで止まってるかとかね、それが当たり前なんです。ショパンを弾く時は譜面に書いてないことを喋るのでね、だから人間だって機械人には喋んないじゃない誰も。そうですよねってやるじゃない。そういうふうに何にも音符にはそういうふうに書いてないでしょ。そうですよね、そうですよ、それがねなんてそういうふうには言わないじゃない。でそういうふうに弾かないのが才能じゃない。その譜面に書いてある中から詩を持ち出して人に涙を流させるような演奏を作るのは演奏家の才能であって、何も譜面は一応あるだけで。それがそのバカがそれをその譜面にないことをないのにその3倍ぐらいの長さで止まって次に行くのはどういうわけだとか言ってね。アルトゥル・ルービンシュタインがね、演奏会開いて演奏会が終わった後その舞台の上を掃除したら音符がねバケツいっぱい音符が起こってたっていうぐらいに引きこぼしが多いわけでしょ。私は演奏会行ったら人の何のうまいか下手かまず分かんないですね。最初5分か10分弾いたってうまいか下手か分かんないですよ。その音楽が流れていくと気持ちよくなっちゃってもうこんななってうっとりしちゃって、その人が間違えてるかどうかそんなのはどうでもいいですよ。そういうのは耳に入ってこないもん。よくほら歌手が言葉をメロメロに間違えてるって言うけど、私は歌手なんてこの耳では絶対聞こえないしそんなのどうでもいいんですよ。ただあわわわって歌ってたって全然気持ちよくていいなと思っちゃうからね。音が楽しければね。だから自分はもう大変なことしたなんてもう悩んでるんだろうけど、聞いてる方はそんなもの普通の好意的に音楽を楽しみに行く人はそんなのどうでもいいですよ。そんなのね本当に。ニューヨークでの短い滞在の中で藤子さんがどうしても行きたかった場所があります。ブルックリンにある墓地。ここには彼女が大好きだった人が眠っています。こんなに石がいっぱい。藤子さんにチャンスをくれた人、その恩に報いることができなかった人です。レナード・バーンスタイン、亡くなって17年が経ちました。ウィーンのコンサートホール、抱きしめられた瞬間、藤子さんの心に湧き上がった思い、尊敬の念とともに彼女は恋に落ちていたのです。パリの自宅、ピアノの横にひっそりと飾られている男性の写真、出会った頃のバーンスタインの姿です。20年胸に秘めた思い。1年でも1ヶ月でも彼と一緒にいられたら素晴らしかったと思う。だから私が彼を好きだったってことは彼は全然知らないですよ。全然ラブレター書こうかな今日一度でもいいから帰って死にたいと思ってたら彼死んじゃったからね。バーンスタインは藤子さんの成功を知りません。藤子さんって今幸せですか？そう幸せですよ。自分自身はこれ以上のものは望めないほど幸せですよね。だけども毎日いろんな悲しいことがいっぱい起きてますよね。それでそれを全部救うことはできないってすごい心を痛めて、それを考えるとすごい不幸せですね。その点ではそれはバーンシュタインがそうだったらしいですよ。バーンシュタインが世の中の悲惨なのを見てもう
ても悲しいっていうようなことを言ってたから、だから私ができる助けられることはほんの一部のことだからね、そんなに全部が全部ってわけにいかないから、だからそれには神様にお祈りしてどうぞ彼らが苦しまないようにっていつも祈ってますね。それしか方法がないから、信仰を持ってれば永遠の命っていうのはすごいことだと思いますよね。だからやっぱりお墓見ててもこれで終わりだったら神様なんていらないし、死んでこれで終わりなら何もそんな自分のことだけ考えてりゃいいんでしょうけども、そうじゃないですよ。神の愛っていうのはそんなもんじゃないからね。藤子さんがニューヨーク滞在中に向かったもう一つの場所、それは危険なエリアにありました。ハーレムの中にあるこの建物、子どもたちを守るために設立された施設です。着いた時は小さな子どもたちのお昼寝の時間でした。この施設は2つの大きな活動があります。一つは子どもたちを長期的に守り保護すること、そしてもう一つは貧困や家族問題にさらされている子どもたちを迅速にケアすることです。ここにいる子どもたちの多くが親からの虐待を受け、貧しいゆえに最低限の生活も送れないのです。Education is the most important thing, I think. It's absolutely. It gives more choice when the children get older. Yes. Absolutely. 施設のあちこちには子供を預けに来る大人たちに向けてでしょうか、こんなメッセージが。少し大きな子供たちのクラスです。大人に警戒心を解かない子供たち、心の傷がそうさせるのでしょうか。距離は一向に縮まりません。何か一曲子供たちに聴かせてくださいと頼まれました。施設の隅に忘れ去られたように置かれていたピアノ、調律もされていないピアノの前に藤子さんが座りました。そして子供たちに送った曲とは、子供たちを保護する施設にやってきた藤子ヘミングさん。片隅に忘れ去られたように置かれていた調律もされていないピアノの前に座りました。そして子供たちのために弾き始めた曲は、彼女の代名詞ともいえるリストのラ・カンパネラです。カンパネラとはイタリア語で打ち鳴らされる鐘のこと。
中には初めてピアノの曲を聴いた子供も少なくなかったようです。この拍手、藤子さんの思いが伝わったのかもしれません。藤子さんはアメリカの同時多発テロの被害者救済のために CD の印税を1年間全額寄付したり、アフガン難民へ支援活動などを続けています。泣くなんてのはまだ浅いですよ。私はもう涙も出ないわよ。さっきもう出尽くしちゃって、もう散々若い時泣いたから。価値観っていうのはどういうふうに思ってらっしゃる？私はよく分かってます。私はただ一回だけだとね思ってる。私が死んだらあとどうなんだろうななんて思っちゃって、よくクラシック界、寒くなんじゃないかななんて心配しちゃいます。最近の若いピアニストやね、何かでも本当に高等技術で機械みたいに、精密機械みたいにねテクニックのある人はいるんだけど、その情緒とか叙情性とかロマンティシズムとかね、プラスアルファのものじゃないですか、音っていうのは。音楽はね、音を楽しむわけだから。ですからそこのところのその心がね、心とか魂とかロマンとか、その人の人間的な持ってるものがその指先から出てピアノとか楽器にね伝わって、でそしてそれが振動となって波動としてお客さんに伝わって、お客の心のその波動に受ける受信機にね、伝わるわけでしょ。でそうするとその最終的さの人間的な精神の波動ですよね、伝わるのは。私この間バリっていうところでイタリアの長靴の先っちょでパバロッティが生まれたとこで3月に行ったんだけども、夏のように暖かくて素晴らしかったですよね。海は青いし。そしてそこでショパンのピアノ協奏曲をオーケストラと弾いてたら、第一クラリネットストのおじさんが、私は見なかったんだけどおいおい泣き出して私のピアノを弾きな、それでもう弾けなくなっちゃったぐらい泣いたっていうのを聞いたからね、どの人だったらって私言ってたけど。ほどその人は感性がね、その藤子さんのあれにピタッとあったんでしょうね。次の日もなんか女の人が泣いてたっていうから、ちょうど悲しいことを思い出して余計悲しくなって泣いたんだろうなと。私は自分のピアノ聴いて泣いたことは一度もないけどね。そりゃだって自分で泣く人っていうのはね、やっぱり人を楽しませる。だから皆さんの良いと負けだってそうじゃないですか。すごい精神がこもってるね、あれだってね。誰もやっぱり、私は自分では泣きませんけどね。自分では泣かないですけどね、あれ歌ってる時も。そうよ、自分では泣けないですよね。泣くなんてのはまだ浅いでしょ。私はもう涙も出ないわよ。さっきも出尽くしちゃって、もう散々若い時泣いたからね。もっとだから深いところに入っていくんですよね、その涙も悲しみも。だから悲しみっていうのは私の場合は黄金になってますよね。いろいろ悲しかったけども一生懸命正直にひたむきにやったっていうのは、今思い出したらよかった。ああいう時代もあって、私神に感謝しますよ本当に。それが私の雨となり血となって私の演奏に入り込んでるからね。あれがなかったらやっぱりダメだったと思うな。好きなことを語り合った2人。藤子さんと美輪さんがピアノの前へ。藤子ヘミングさんと三輪明宏さん、久しぶりに再会した2人は思いっきり語り合いました。お年は言えませんが、この2人3歳違いの同世代です。
藤子ヘミング。波乱の人生を乗り越えて60歳を過ぎてから一気にブレイクしたピアニスト。その愛と魂で奏でる音色は聴く人の心に深く染みていきます。まるで永遠の真理のように。ありがとうございました。今日は贅沢しました。収録以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしかった。ブラボーブラボーブラボー。藤子さんはコンサート活動を精力的に続けています。先月も日本各地で公演を開きました。今月からはパリへ向かいます。コンサートのスケジュールは2、3年先まで決まっているそうです。忙しい藤子さんに目標を聞いてみました。目標なんてないですよ。いつあなたひっくり返るか分かんないじゃない、人間だって。目標はいつももっと私の芸が良くなるよね。お疲れ様です。ありがとうございます。また一服。本当に美味しそうにタバコを吸う人です。